皆さんこんにちは。年末に大変痛ましい航空機事故が起こってしまいました。チェジュ航空2216便の地上衝突事故です。韓国における史上最悪の航空機事故となりました。今回は 3D の再現 VTR でその状況を見ていきたいと思います。現在まだ原因などが全て解明されたわけではありません。情報については報道などで明らかになっている確実性の高いものだけ付加していきます。この8時54分頃、9時の着陸に際し、ムアン国際空港より着陸許可が下りる。少し間があるので解説を挟む。この機体はボーイング737-800。ジェットエンジンを2機搭載している。2009年製造。航空機の耐用年数は25年以上あるからこの機体はまだ古くはない。紆余曲折あり2017年よりチェジュ航空が所有。国際線の運航に充てられ活躍していた。そして現在飛行しているこのバンコク発ムアン行きの便はなんと2024年12月8日に就航したばかりの路線だ。新規路線が開拓できた、と喜んでいた最中の事故ということになる。この2216便には181名が搭乗していた。乗員6名、そのうちパイロット2名。乗客は175名だ。年末だけあって機内はほぼ満員に近い状態だった。乗客はほとんど韓国人。旅行会社が企画したバンコク旅行ツアーの帰路だったようだ。この機体はもちろん事前点検をクリアしたからこそ飛行を許可されている。しかし過去、何もなかったわけではない。2021年2月17日。場所は韓国ソウル市のキンポ国際空港だ。飛行機は離陸時に機種を上げるが、この時は少し上げすぎてしまった。その結果、機体の後部が滑走路に接触してしまう。この時の修理が適切であったのか、今回の事故と関係あるのか、ということも現在調査対象となっているようだ。チェジュ航空は2005年に設立されたまだ歴史の浅い航空会社だ。いわゆる格安航空で、徹底してコストカットを行っていた。コストカットは安全面にも及んだ。大手航空会社が1機当たり16人から18人の整備士を配置しているのに対し、格安航空会社は約11人だった。なお、チェジュ航空は先ほど説明した尻餅事故があったにもかかわらず、当機は過去に事故履歴はなかったと発表している。このケースは事故というにはあまりに軽微であると考えたようだ。この姿勢によりチェジュ航空は多方面からの批判を浴びている。ここで12月29日の事故に対して進展があるので話を戻そう。8時57分前後、空港管制室よりバードストライクの警告が出される。合わせて、バードストライクの危険性を考慮し、着陸を保留するよう指示が出る。衝突事故まであと6分。現在韓国、ムアン国際空港の南、約5キロを飛行中だ。ここでムアン国際空港の位置を確認しておこう。ムアンは2007年に開港した新しい空港だ。モクポ空港、クアンジュ空港を韓国軍専用の空港とするため、民間機を受け持つ別の空港が必要になった。そこで建設されたのがムアン国際空港だ。2007年から順調に利用客は伸びていき、コロナ前の2019年が最大だ。約90万人もの乗客数を記録した。この2024年はいよいよ航空機業界にかつての勢いが戻ってきていた。今回の事故はそんな最中に起こってしまうんだ。これがムアン国際空港。場所は韓国の南西部にある。南北に約2800メートルの滑走路を1本備える。ただこの12月29日は滑走路の延長工事中で、通常より300メートル短い2500メートルで運用されていたようだ。チェジュ航空2216便、いよいよムアン国際空港を視界に捉える。滑走路まで2キロほどの距離だ。パイロットは2名。残りの4名は客室乗務員だ。パイロットの飛行時間について、機長は6823時間、副操縦士は1650時間の飛行経験があった。様々な問題に対処する十分な力量があったと考えられる。着陸許可がキャンセルされたため、接近しているものの着陸体制はとっていない。つまり着陸時に使用するランディングギアをここでは下ろしたりはしていないようだ。このムアン国際空港の滑走路は一方通行だ。南から接近して着陸するルールになっていた。
今、着陸を目指すならギリギリのタイミングだ。着陸許可が下りればそのまま着陸するし降りなければもう一周してまた南からアプローチする予定だっただろう。ところが、ここでとんでもない事態が起こってしまったんだ。きっかけはそう、バードストライクだ。たった2分前に警告を受けたばかりだった。時間は8時59分頃。場所はムアン国際空港の滑走路、南端だ。衝突事故発生。調査によると、2機のジェットエンジンの両方がバードストライクにより機能停止してしまう。その直後、メイデー、メイデー。パイロットから管制塔へ、緊急事態の宣言がなされたんだ。続いて、バードストライク、バードストライク、ゴーアラウンド、と、パイロットは報告した。これらの発言が即座に行われたことから、パイロットは明らかに鳥と衝突したことを認識していたようだ。かつ、操縦系の異常やエンジンの出力低下は少しずつ進行したのではなく、衝突直後から急激に悪化したものと思われる。そこから2216便は左旋回を開始していった。バードストライクを受けた時は滑走路の南端にいたが、着陸態勢ではなかったのでそのまま着陸するにはもう行き過ぎていた。旋回して北からのアプローチで緊急着陸するのが最短だった。右の地図の通り、2216便の旋回コースに乱れはない。機体を傾けるための可動力はなんとか動作していたようだ。ここでパイロットは管制塔に着陸許可を求める。滑走路を逆走する、北側からの緊急着陸だ。空港はこの要請を受領。緊急着陸に備え、消防車などの緊急車両が出動準備を開始した。なお気象条件だが、風は風速1メートル毎秒だった。ほぼ無風と言っていい。気温は 1.5 度。視界は9キロで霧や雲などはなかった。気象条件は全く問題なかった。このムアン国際空港は韓国の空港で最もバードストライクの頻発する空港だった。その確率は 0.09%。2019年以降、約1万1000件のフライトで10件のバードストライクが確認されている。他の空港は1万フライト中1、2件だったからムアンはやや多かった。その対策について、検討はされていたようだ。レーザーでの威嚇や警告等の照射、鳥が嫌がるショットガンの音をスピーカーで鳴らす、などだ。だが配備には至っていなかった。残念だ。2216便、まだ着陸しない。滑走路上を飛行する。速度も適切な着陸速度に対してやや速い。その原因はまだ不明だ。高度や速度がコントロールできない状態だったのだろうか。それより問題は、ランディングギアが降りていないことだ。これも調査中だ。ギアが降りなければ胴体着陸するしかない。高度の調整やギアの上げ下げは油圧システムでコントロールされていた。しかも故障に備え機体には3系統組み込まれていた。バードストライクにより3系統の油圧システムが全て故障したのだろうか。9時2分、胴体着陸を敢行。着陸位置は滑走路を1600メートル過ぎた、残り1200メートルの地点だ。機体はなかなか減速しない。減速させるための3つの装置が全て働いていないからだ。1、タイヤのブレーキ。タイヤが出ていないので当然機能しない。2、スポイラー。翼を立たせて空気抵抗を上げるんだが、油圧を失っていては上げられなかったはずだ。3、エンジン逆噴射。エンジンが動かないため当然使えなかっただろう。いよいよ滑走路をオーバーランしそうだ。滑走路の先、250メートルの位置にはとんでもない構造物があった。それは、着陸誘導システムのセンサーだ。問題はそのセンサーが乗っている土台。強固なコンクリート製だった。コンクリートは一塊ではなかったが、基礎に組み込まれた一つ一つのコンクリート片は最低でも30センチの厚さがあった。いくら航空機が強固とはいえこの壁に衝突しては無事では済まない。9時3分、衝突。2216便は大破し、一気に炎上した。助かったのは機体最後尾に乗っていた乗員2名のみ。乗員乗客179名が亡くなるという韓国における史上最悪の大事故になってしまった。詳細は現在も調査中だ。尻餅事故との関係、バードストライクは防げなかったのか、3系統の油圧システムはなぜ機能停止したのか、着陸誘導システムはその位置に必要だったのか、強固なコンクリート製にするべきだったのか、他のボーイング社の機体は問題ないのか、すべてを解明し次の事故を防止する。関係者は今できることをやるしかない。当チャンネルはその行く末を注視するとともに、今はただ突然にしてその命を奪われてしまった179名の冥福を祈りたい。